皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 31. 今回のエピソードはフォロワー数の増やし方についてです。特に Instagram や TikTok です。3年前に私は Instagram と TikTok でショート動画を投稿し始めて、今では、プラットフォーム合計で40万人以上の方にフォローしていただいています。なので3年間の経験の中で私が見つけ出したフォロワー数を増やすための、コツを紹介します。皆さんにとってはあまり必要のない情報かもしれないですけれども、正直今 SNS が大きな役割を担っている。マーケティングでもどんな情報を発信するであれ大切な要素になっているので、いつかやらないといけない時が来たり、今、フォロワー数を増やしたいと思っている方がいたら、参考になればいいなと思います。ちなみに私が教えるのは、例えば日本語を教えるとか、情報を発信する系のアカウントに役立つ、コツで、例えばライフスタイルをシェアするとか、面白い動画を発信することでフォロワーを増やす系のアカウントだと多分全然違うコツになると思います。では早速いきましょう。一つ目はやはり継続は力なりです。でもただの継続じゃなくて定期的な継続が必要になります。これは私の失敗から学んだことなんですけれども、やっぱりずっと投稿するのって大変ですよね。撮影して編集して投稿するっていうのは私にとってはテキパキと終わることなんですけれども、やっぱり毎週毎週違うアイディアを出して他の人と被らないように工夫してっていうのがすごく大変な時があって、1、2年くらい前にもう本当にアイディアもインスピレーションもなくて、私が辞めても他にクリエイターさんがたくさんいるので続けなくてもいいんじゃないかとか悩んでいた時があって、その時はもうでもさすがにちょっと上げなきゃみたいな感じで1週間に1回か2週間に1回とか上げてたんですね。でそこで何が起こったかというと、投稿するたびにフォロワーが増えるもしくはキープできたどころか減りました。で私が想像する限りでは多分特に新しいフォロワーさんとかがたまたま私の動画の一つを見て面白いと思ってフォローしたけど、なんかその2週間後ぐらいに急に他の動画が投稿されて、もうその頃には忘れている、誰だったか、こんな人フォローしたっけみたいな感じになって、でそのたまたま2週間後に上げられた動画がそんなに面白くないとかだったら、いいやフォロー外そうっていう風に、多分長年のフォロワーさんだったら一時期投稿頻度が下がってもちゃんと応援し続けてくれると思いますが、特に新しいフォロワーさんとかだったらやっぱり頻度が少ないと応援する気も起きなくなりますよね。なのでもし他の仕事が忙しいとかアイディアが湧かなくて投稿頻度が下がるっていう時は、2週間に1回とかでも投稿し続けるというよりかは、そこはスパッとちょっと休憩して、でまた時間ができた時とか、あとはため撮りとかして毎日毎日撮影したり編集しなくてもできるくらい素材がたまったら再開するっていう風にしたらいいと思います。でその再開した時にはちゃんと定期的に投稿する方が結果的にフォロワー数は増えるか、少なくともそんなにたくさん減るっていうことはないと思います。2つ目はオーディエンスの言うこととか批判にちゃんと耳を傾けるということです。もちろんくだらないヘイトコメントとかどうでもいいコメントは全部古無視していいんですけれども、例えばこれがちょっと分かりにくいとか、もっとこうした方がいいっていうアドバイスとか、あとはちょっとした不満とかが言われた時にはちゃんと検討した方がいいです。これも私が経験から学んだことなんですけれども、私も始めた最初の頃はフォロワーがどんどん増えて、すごく誇りとプライドがあって、自分は何をすべきかちゃんと分かってるんだみたいな風に信じ込んでいたんですね。
なので誰かからアドバイスとか不満が来ても、いや私は分かってるから、私のやり方があるからみたいな感じで全然聞いていなかったんですけれども、ある時同じ不満とか意見が、違う人から数件寄せられたんですね。もう本当に2、3年前なんですけれども、その内容は、私その時ローマ字も使っていたので、ひらがなと漢字だけじゃなくてローマ字とあと漢字かなっていう風にしていたので、ローマ字があると分かりにくい、漢字と読み仮名だけの方がいいって何回か言われて、最初はいや生徒にもローマ字があるといいって言われているし、私は絶対そっちの方がいいと思うからって言って気にしていなかったんですけれども、何回か言われた後についに変えてみたら、なんとその変えた後から変えてくれてありがとう、本当に助かった、ずっと分かりやすくなった、最近すごく分かりやすいですみたいな、感謝のコメントがたくさん寄せられたんですね。でそれ以来私の趣味は、フォロワーさんの話をちゃんと聞くことです。このポッドキャストも皆さんからの意見をたくさん採用していて、特にショートビデオはもう3年くらいずっと投稿しているので、さすがにどうするべきかとかは分かってきたんですけれども、ポッドキャストは去年半年くらい前に始めたばかりなので、やっぱりまだ手探りなところもあるので、例えばフォロワーさんから音楽がない方が聞きやすいですとか、字幕がちょっと見にくいですとか、そういうのがあったらすぐに、検討するようにしています。もちろん全ての意見に振り回されてはいけないので、自分の中でと、あとは編集者さんと相談したりして、どれが一番わかりやすいかとかで、もしどうしても自分で決められないときはインスタグラムのストーリーで投票をしてもらったりして、とにかくフォロワーさんの言うことを聞いたりアドバイスをもらうっていうのが役に立ちますし、あとは一緒に作り上げている感があって、私は楽しいなと思っています。特に自分がビジネスオーナーとかで一人で何でもかんでもやらないといけない時って、周りの話を聞くっていうことを忘れがちなんですけれども、そういう時こそ頭を柔軟に柔らかくして話を聞いた方が結果的にいいと思います。3つ目は目的を忘れないということです。これはかなり私自身だけのルールで、他の人には全然当てはまらない場合もあると思います。例えば他の日本語を教えているインフルエンサーとかを見ていると、日本の面白いことでジョークを作ってフォロワーの笑いを取りたいのか、自分のライフスタイルとか自分の見た目に関して発信したいのか、本当に日本語を教えたいのか、ちょっと何したいのかよく分かんないなと思う人がいるんですけれども、それはフォロワーを増やすにはいい方法だとは思うので、それはそれで全然いいと思うんですけれども、私の場合は一番の目的はもう絶対に本当に役立つ日本語とか日本に関する情報を伝えることっていう風にしています。そうした方が私にとってはフォロワーからの信頼とか、あとは私とオーディエンスとの関係性とかがすごく質のいいものになる気がします。特にビジネス目的とかでアカウントを使っている場合は、こういうふうに発信する側がちゃんと一貫性を持って投稿していることで、フォロワーの層も、フォロワーとかオーディエンスの層も絞られて、もし何か商品を買ってもらいたい時とかにより多くの人に買ってもらえるようになると思います。では最後のコツは、よくあるフォロワー数を増やすための動画の作り方とか、長さはこうした方がいい、流行の音を使った方がいいとか、いろいろな戦略を試してみるよりかは、もう自分がやりたいことを感じるままにやった方が結局は楽しく長く続けられると思います。フォローしてくれてる人も、この人本当にこういう情報を発信したいんだな、投稿するの楽しんでるんだなって見れた方が、見る方も楽しんでくれると思いますし、自分自身もやっぱりいつもフォロワー数を稼ぐこと、バズること、流行に乗ることばっかりを意識していると、いつかつまんなくなってしまうと思います。なので今挙げた最初の3点の大雑把なマインドセットを保ちつつ、
コンテンツの内容は自分らしさとか本当に伝えたい内容、もしくはビジネスの場合はその方針をしっかり、保って思うがままに発信することがおすすめです。ちなみにそういう私はですね、最近ちょっとしたインポスターシンドロームにありまして、やっぱり新しい日本語を教えているインフルエンサーとか YouTuber がどんどん増えて活躍していて、自分のコンテンツのオリジナル性とか本当に役に立つのかとか、実はそんなに面白くないのではないかとか、いらないことを考え始めて、悶々としているところですが、こういうインポスターシンドロームとかも私にとっては時が経てば急に終わってまた頭がクリエイティブになる時が来ると分かっているので、あまり心配せず細々続けています。結局はやっぱりコンテンツを作ることを楽しいと思えることが一番大切かなと思います。何かこのポッドキャストで話してほしいことやショートビデオで教えてほしいことなどがあればぜひコメントしてください。では短めの動画になりましたが最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。